でも抜いちゃうとダメなんだ。ああ、最悪だ。もうやだやだ。で、これ入んないんだ。聞こえる？聞こえなかった。もう一回つなぎ直そうかな。マイクはね、ちゃんとついてるんだよ。入ってる。聞こえました。ごめんなさい。申し訳ないです。入ったかなということで、お弁当作り。ごめんなさい。途中まで、今週の予定を喋ってたのに、言ってなくてごめんなさい。木曜日は、梅干し作りやるので、よかったら。塩漬けからね、やっていくので、サロンの方でやるのでよかったらっていう感じでお弁当作っていきます。今年初の。トウモロコシで今日お弁当ね。お弁当は豚肉あったので、豚肉でくるくるっとチーズ巻いていくのと、トウモロコシと、あと、ちょっとあんま何も考えてないんだ今日。ごめん。バタバタすぎて。ちょっと冷蔵庫に昨日バーって買ってきて、食材を買ってきて。でも、ちょっとその場で考えながら作ってきますね。本当にあんま何も考えてなくて今日。バタバタで、インスタグラムを見ていた方は多分ご存知かと思うんですが、ちょっと北海道に行ってきました。8泊9日、北海道に行って、日曜日に帰ってきて、昨日はもうバタバタしてました。楽しかったです。車中泊で北海道を回るという感じ。フェリーに乗ってね。もう、大丈夫かな。久しぶりにさあ、そんな感じでやっておりました。で、ちょっとインスタのね、ストーリーの方に、旅の様子は載ってたんですが、うまくいけば、YouTube で、今週いけるかな？かなり長尺なんですよ。かなり、いろいろ撮ってたら長くなっちゃって、過去一の長い動画になりそうですが、よかったら、どうやって、子供たち6人と車で寝ているのか、一体ご飯はどうしているのか、あとはできればね、旅費がどのぐらいかかったのか、あたりもやっていけたらいいかなと思ってます。ちょっと待ってね、今、トウモロコシをいつも、もうゴミ箱の上で剥いちゃうんですよ。ゴミ箱の上でババッと剥いちゃって。よいしょ、どうしよう。今日綺麗だよ。声聞こえてるかな？大丈夫かな？感じでやっていきたいなと思ってます。今ちょっと動画作成中。今日塩茹でね、トウモロコシ。美味しいよね。昨日ね、ちょっと梅を買うのにお店を2軒ほど回って、どちらも、トウモロコシあったんで、買ったんですが、こっち1本178円の方。138円のね、方はね、ボロボロだった中身が。味もね、今一つだったな。こっちはちょっと美味しいことを期待して。ちょっと待って、もう入れてっちゃうか。よいしょと。塩茹でしますね、今日ね。だいたいトウモロコシ先は折ります。こっち折りたいんだけどね、折れないの。よいしょ。ということで、お弁当と朝ごはん作っていきますね。硬い。よいしょ。もう今日は、いろいろ喋りたいことがいっぱいあるの。北海道の写真、楽しく拝見しました。お帰りなさい。またお弁当配信楽しみにしてます。ね、どうやって寝たの？そうそう。車ってどうやって寝たのかが気になります。レンタカー代も気になります。レンタカーじゃないんですよ。あれね、自分のね、車で行きました。車をね、うちはハイエース乗って、ハイエース乗ってる理由としては、単純に人数が多いからです。別に車好きとかそういうわけじゃないですよ。何でもいいんですが、人数的に、もう、乗れる車っていうのはね、限られちゃうんですよね。ということで、ハイエースに乗って、それは普段は10人乗りのハイエースに乗って、それをね、
家族8人なので、8人が座れるようにしてあるんですが、今回車中泊に行くということで、本当はね、最初はレンタカーを借りようかなとかって、キャンピングカー借りようかなとかも思っていたんですが、今日ちょっと浅漬けかなんかにしますね、簡単。本当はぬか漬けしたかったんだけど、ちょっと昨日ぬかを引っかき回す余裕がなくて。今日ちょっとまだ決めてない。で、ハイエースの車をね、車中泊仕様に、ベッドキットっていう、ベッドキットをつけて、そこで寝る。でもね、やっぱり、ちゃんと、普段運転するときは席に戻さなきゃいけないんですよ。普通の5人家族ぐらいまでだったら、ベッドをつけたまま走れるんですが、なぜ、言っても、7人、8人の席を確保しなきゃいけないんで、毎回ベッドを出すっていう、むちゃくちゃ大変な作業でしたが、だんだん子供たちも慣れて、そのあたりはちょっと動画撮ってるんで、多分、そう、やって。だからね、旅費自体はめちゃくちゃ多分安いです。旅費はめちゃくちゃ安い。もう9日間普通にホテル取ってレンタカー借りたら、もう家族こんだけで行ったら100万超えですよね。もう旅費は安いです。なのでそうしました。お金かかるからね。そろそろいいかな。そう、フェリーもすごく良かった。フェリー旅。そう、レンタカーじゃない。そう、だったから船。そう、だからね、船はね、本当は、あそこから乗る予定、茨城県の大洗からね、乗る予定だったんですけど、台風が来てたじゃないですか。台風。ごめんなさい。台風来てて、結婚になっちゃったんですよ。結婚になっちゃってね、結婚になって、これ北海道行けない、まずいと。まずい。ちょっと簡単な浅漬け作りますね。ちょっと塩もみしときます。まずい。ということで、ちょっと日程ずらしてやったけど、全部もう満席になっちゃって。やっぱり人はね、乗れるんだけど、車を預けるの結構難しいですよ。台数が限られてるから。で、仙台の方が欠航になってなかったので、仙台、太平洋フェリーだね。に乗って、翌日土曜日に行きました。土曜日。もともと予定してたのは10日間です。ちょっと1日短くなって。OK かな。いいかな。トウモロコシ美味しそう。今日塩茹でしてます。これなんか朝ごはんにしようか、弁当に入れようか。そんな感じで、仙台まで車で、走って、行って、乗りました。卵茹でますね。ゆで卵も作っちゃう、ここでね。よいしょっと。もうすっごい揺れてた。台風ってすごいんだなって。もう3日4日経ってたのに、台風の影響で、行きしはね、ものすごい揺れて、ちょっと船酔いする子も。で、初めてね、乗ったからこんなもんかと思ってたら、帰りは全然揺れてなかったですね。そう。楽しかったです。銭湯、大浴場があるんですけど、多かったかな。大浴場の、もう、波のプールみたいな感じ。大浴場が波のプールみたいな感じ。ガンガン揺れんの。うわーっつって子供たちと流れるっつって楽しかったです。だからそんな感じでした。旭川に旭川に住んでます。北海道どちらに行かれたんですか？ちょっと待ってね。北海道は、フェリーが止まるのが苫小牧なんで、北海道の南の方ですね。南の方からぐっと回って、恵庭市通って、札幌。で、最初の方はね、雨だったので、ちょっと札幌の方でロイズの工場見学で室内で過ごせる場所をメインに選んで、ちょっと待ってね。次、これ。じゃあ、こっちお味噌汁いきますね。で、行って、札幌に行って、そのまま北に行って、旭川動物園行って、
あと、旭川にね、科学館があって、ものすごい楽しかった。科学館に行って、なんか、すごい楽しかった。もうレベルが違うね。地元にもね、こっちにもあるんですけど、科学館。もうレベチで楽しかったです。すごい。でも、海外の人がね、結構多くて、科学館の、スタッフさん、英語です。英語で、ちょっと、味噌汁、まず入れますね。英語で喋ってて、説明しててね、すごいなと思って。結構こっちだと科学館の人って、ただのパートさんとかじゃなくて、意外と職員さんが入ってるの。学校職員、公務員らしいんですよ。噂で聞くと、理科の先生とかが科学館に飛ばされるとか言ったらあれだけど、異動になるとかは結構私の友達で聞いて、結構みんな賢い人がやってんだなと思って。で、説明するのも英語で、結構中国の方、韓国の方多かったの。英語で喋ってて。いや、すごいな。いや、むちゃくちゃ、そんなにたくさんは載せてないんですが、YouTube の方にも載せる予定なんです。で、その後、ぐるっと、旭川からぐるっと回って、美瑛町、富良野町。ぐっと。景色を楽しんで、今20分ね。ちょっとこの後、チーズじゃない。人参のおやきにしますね、これね。っていう感じです。で、帰ってきました。で、そんなね、北海道行くとめちゃくちゃ走ってきたのって車で走ってきたのって言われるんですけど、子供いるので、そんなに走ってないです。北海道で6泊したのかな。だから、1日ね、1時間から2時間程度しか走ってない。走ってもね。2時間も連続ではほとんど走ってないな。うん。そんなに無理せずって感じ。もうゆるゆる、やってきました。ゆるゆる。無理せず。5時から散歩に行ってから今晩ご飯の仕込みしてます。早いね。お弁当は4時半からに作り終わりました。トウモロコシ。コーンご飯いいね。うん。ちょっと待ってね。ちょっと私混ぜてもなかったね。喋ってたら。もう遅いかな。ちょっとゆで卵入れた後は、混ぜると真ん中が。今日人参おやきにしますね、これね。そう、炊飯器持ってたの。気づきました？いつもそう、鍋で米炊いてるのなんで炊飯器って。車中泊なんで、カセットコンロも持ってってるんですけど、車の中で、なかなかね、カセットコンロって危険なので、炊飯器は電気を使って炊くので、運転中も炊けるし、朝、ご飯、寝てる間も勝手に炊いてくれるし、みたいな感じで。どうしてもね、泊まる場所によっては、キャンプ行為みたいなのことはできなくて、そう、道の駅とかだとね。なので、炊飯器がすごく助かりました。実はそのために買いました、炊飯器。安いやつですけど。で、電気を貯めるものがあって、そこに電気を貯めて、そこからコード引いて、車走ると電気貯められる。そう。ちょっと待ってね。おやきにするって言ったんだよね。ちょっと待ってよ。ご飯入れちゃおう。とりあえず。で、その後今日ちょっと豚肉やりますね、今日ね。豚肉。適当に作ってます、今日。ちょっと待って、もうちょっと人参入れようか、おやき。これおやき、この間YouTube でやったやつね。チーズ入れたおやき。子供好きだから。もう一本だな。ここに薄力粉と片栗粉、チーズ。人参おやき。うん。そう、そんな感じで行ってきました。でね、結構北海道のグルメを、楽しもうと思ってスープカレー食べたり、あと海鮮食べたり、ジンギスカンはね、なかなかお店には行けなかったんですが、
自分で作ったり、食べたのを真似して自分で作ったりとか、で、3回ぐらいは食べた。美味しかったから。ジンギスカン美味しかった。売ってるよ、普通にラム肉がね、スーパーに。ラム肉焼いて、タレつけて、みたいな感じで。よいしょ。で、やっぱり3食とも外食するとお金かかるので、あと疲れるので、1食は自分で、簡単に朝ごはんとかはおにぎり作ったりとか、まあ、炊飯器に助けられましたね。炊飯器、そんなに、調理道具はそこまで持ってってはなかったんですが、炊飯器には助けられました。みたいな感じで、3食のうち1食は、自分でっていう感じで。でね、お米も無洗米使うとほら、お米入れて、お水入れて、スイッチ押すだけみたいな感じなので、楽ですね。あと、あおちゃんがミルク飲むので、ちょっとミルクのいつも使ってる電気ポットも持ってって、そう、ミルク。よいしょ。入れましたね。うん。大洗だったから津波警報出てたから仙台取れて本当に良かったです。津波警報出てたんだ。ね。そう。それでも揺れてましたね。そうそう。1週間、9日間か。行ってました。先週。何年か前、旭川動物園に行ったんだけど、暑い日で全ての動物を中出してぐったりしていった。ぬいぐるみたいに動いてなかった思い出の写真も静止画。そうかもね。あれでしたね。6月だったのすごく天候は良かったです。いや、天候は良かった。いや、雨は降ったりとかしましたが、気温的にはすごく良かった。車中泊するならね、7月、8月は結構しんどいかもしれないな。普通の車だとね、日によってはものすごい車の中暑くなったりとか寝る時もね、してたので。ね、明け方は寒い。でもなんか、行ってみて思ったんですが、気温差がすごいんだよね。気温差がすごい。ダウンを着てた日もあれば、半袖で過ごす、昼間もあるみたいな。そう。一応全員に厚いダウン、ジャンバーをね、持っていかしたんだけど、本当に正解でしたね。寒くて。寒くて。で、後半はわりかし暖かかったかな。でも、それでも、夜とかはすごい寒くなる時もあったり、本当に、もうそれぞれって感じ。私大丈夫こんなことして。終わるかなまだ6時半いけるね。いけた。ちょっと、薄力粉と、これこの間どうやって作ったかな。薄力粉、片栗粉、お水で作ったんだね、それね。これ薄力粉冷凍庫に入れてます。粉類。どんなもんかなちょっと1、2、3、4の片栗粉でいきますね。1、2、3の塩。塩ちょっと入れて、あと粉チーズと水。ゆるさ加減は見ながら言いますね。今日、人参しか入れていねえか。人参おやきね。そんな感じで行ってきました。そうそう。でも本当に楽しかった。風呂ってどうしましたか？風呂ね、基本は銭湯に行ってたんだけど、やっぱりね、何日？フェリーの中ではね、大浴場があって、もう夜入って朝入ってみたいな感じでやってたんだけど、車中泊だとやっぱ毎日はしんどくて行くのが、2日に一遍のペースで行ってました。2日に一遍は、あれだね、お風呂行って、
あ、そう。実は今回の旅、夫行けなかったんですよ。本当はね、行く予定だったんですけど、一緒に行くと言っても、やっぱ会社員なんで、あんまりそんなに私みたいに休めなくて、私は9泊、もともと10日間休む予定で行ったんですが、9日になったんですが、3日4日、休めて3日4日なので、途中で飛行機で帰るみたいなことを話をね、してたんですが、やっぱそれでもちょっとどうしても抜けられない仕事があって、私一人と子供6人で、待って、行ってきました。でね、お風呂はね、もう男の子たちは男の子たちで、もうちっちゃい頃から結構、夫がいない時は2人で入る。だからほんと2人でよかったなっていう感じで、幼稚園の年長さんぐらいから、もう私、やっぱさすがに一緒に入るな、みたいな感じで、年長さんぐらいからもう2人、年長1年生とかだったら2人で行っといで、みたいな。で、出てきたらここ集合ね、みたいな感じで行かせて、今回ももう大きいので慣れっこで。もうちょっと入れようか。行って、2日に1回ぐらいのペースで、お風呂行って、銭湯ね、普通の大銭湯に行ってきました。よいしょよいしょ。かな。OK ね。ちょっと待って、こっちへ味噌汁ね。味噌汁。よいしょ。ちょっと待って、こっちへ焼いてっちゃいますね。で、やりながら、あと最後、お肉を。今日お肉チーズ巻きかなんかにしようかなっていう感じです。ああ、初見です。ありがとうございます。そこも一人全員連れてって行ったご主人なし。そうなんですよ。なかなかこれできる人は、自分で思ったけどあんまりいないんじゃないかって。大変ですよ。子供6人、しかも1人乳児っていうね。いや、めちゃくちゃ大変。いや、大変かな大変。大変。いや、でも、これ言ったらあれですが、いなかったから、結構、車は広々と。広々じゃないけどね。いたら結構狭かったんじゃないか、的な感じです。うん。結構ギリギリ。ベッドやって、上5人、下2人。主人がいたらもうちょっとベッド広げて持っていこうかなっていう感じだったんですが。いなかったので、最低限のベッドにして。そう。結構寝れます。意外にも、ハイエースは広いです。上5人。でも、5人と言っても1人赤ちゃんだからね。寝れてよ4人かな。という感じで、今なら全然、割かしゆっくり寝れました。よし、OK。ということで、おやきね、今日人参おやき。もう全部ガーって焼いちゃいますね。これYouTube の方で、割かし最近作ってます。前々回ぐらい。ただ人参と薄力粉、小麦粉、じゃあ一緒ぐらい。薄力粉、片栗粉、とろけるチーズ、塩入れて焼くだけ。ちょっと、火入りにくいから蓋しちゃおうかな。よいしょ。でも本当にさ、こんなにね、自由に楽しんでいいんだなっていう感じだった。だから今まで行った旅行の中で一番楽しかったと思う。旅館も取らず。行きたい時に行きたいように動いて。ご飯入れようか、先に。もう無理せずだね。結構、そう、本当に無理せず。子供は子供中心なんで、RV パークで半日ぐらいグダグダしてた日もあったし。そう。ね、ちょっと待ってね。もう2泊3泊とかだったらさ、結構詰め込んじゃうけど、時間があったので、ゆっくりできました。よいしょ、OK。先週寒かったですね、やっぱりね。うん。
車中泊の旅ってお子さんたちにとってすごくいい経験になりますね。便利なホテル泊では得られない楽しさがありそう。そう、そうかもしれない。そうかもしれない。そう。うん。もう、暑さ寒さを肌で体感できるからね。うん。まあ、フェリーはね、わりかしホテルみたいな感じだった。じゃあ見えてない。ごめんなさい。インスタの方全然映ってなかった。北海道に移住とかもいいかもしれないですね。うん、ほんとね。いや、すごく良かったです。あ、でも北海道も場所によってはね、すごい栄えてるところは、もう街だよね。札幌もだし、旭川もだし。うん。まあ、美瑛町とか富良野のあの辺りはすごく自然が豊かで。ちょっと待って、ちょっと入れちゃいますね。いや、でも北海道に移住って冬に行ってないから。冬に行ってないから。一番、移住するのは一番ほら、一番大変な時期に行かないといけないって言うよね。夏はいいけど、冬ね。冬。いや、冬もね、行きたいとかって、冬の旭山動物園とかもさ、すごくいいとか言って。ね。でも冬運転できるかな冬ね。よいしょっと。じゃあご飯詰めときますね。いや、でもすごく良かったです。また行こう。また行きたい。近々行きたい。で、フェリーもね、安いんですよ。安い。子供ね、7870円だったかな。うん。で、車乗せるのは高いですよ。車乗せるのはね、4万ぐらいしたんですよ。車乗せるの片道ね。車4万ちょっとで。でも、運転手さんは、2000円とかそんなもん。運転手さん2000円。大人は普通に乗ると1万いくらかな。1万5000とかかな。あ、でも、席によって違いますよ。席。グレード。私たちは下から2番目のグレードで行ったので、わりかしお手頃な。さすがにね、雑魚寝タイプはね、雑魚寝でみんなでこうね、寝るのもええかなと思ったんで、他の人いるとあれかなっていう、やっぱりうるさいかなっていう感じで、二段ベッド。二段ベッドに。もう全然良かったし、二段ベッド。よっしゃー今日人参おやきね。これ甘くて美味しいですよ。ちょっと油入れますね。周りカリッと焼きたいから。人参消費に。人参余ってからぜひ。薄力粉40、大さじ4の片栗粉大さじ3の水が70から80。あ、そのあたりは調整してください。ゆるさ見て。あと塩。とろけるチーズ。いいかな。で、ちょっと待って、これやっちゃおうか。この後お肉いきますね。どこまでいった？これビニールにやっちゃおうか。ぬか漬け回さないと10日間も放置してたから、ちょっと酸っぱくなっちゃうんですよね。大丈夫かなぬか漬け。うん。ひらりさん、ファンです。ありがとうございます。大好きです。嬉しいです。トークママが一人で全員連れて、そう、行きました。じゃあ、人参おやき作ってます。で、今日こっちはね、きゅうりの、簡単浅漬け。即席漬けにしますね。よいしょ。すごいね。一人で6人連れて行くって、私は二人で大変だった。ですよね。大変。やっぱりちょっとね、末っ子が11ヶ月なんですが、ちょっと、大変でしたね。やっぱり初めての場所とか、車中泊の中とか、車中泊もだし、外の夜とか真っ暗になるから、やっぱ暗い場所怖くて、泣いちゃったりとか。で、私の抱っこならいいんだけど、兄弟の抱っこだといつも大丈夫なんだけど、兄弟の抱っこでもダメだったりとか、それなのにさ、抱っこ紐忘れちゃって、最悪。抱っこ紐忘れたのが何よりの今回の私の大失敗です。
でベビーカーはね、今回に備えて、車に積めるような、コンパクトなやつを買ったんですが、すっかり抱っこ紐を持っていくのを忘れて、いや、買うのも結構高いしなと思って、まあ、ベビーカーあるし、と思ってたんだけど、結構、それがしんどかったですね。そう。私結構末っ子だけは、本当に、申し訳なく、毎日離乳食のパックのご飯。あと、おかゆ。ちょっと待ってね。おかゆもね、炊けないから、こんな米がゆを持ってって。これすごい便利だった。もっとこれ、離乳食初期に使えばよかったなってぐらい。すごく便利、これ。離乳食初期はこれでよかったんじゃないかっていう。でもちょっとね、まあ、ある程度食べれるようになってくると、ちょっと物足りないかもしれない。餅っぽいんだよね。餅っぽい。5ヶ月から食べられるように、こう、粒なくしてるから。でね、これ、これ。どうだったっけな。白だしね。ちょっと待って。ちょっと分量忘れちゃった。大さじ1だったかな。多分。白だし。お酢。リンゴ酢あった。リンゴ酢使っちゃおうか。この間、梅、なんかで使った。カリカリ梅で使ったんだ。リンゴ酢入れちゃうか、今日。リンゴ酢。よいしょ。白だしとお酢と、ちょっとお砂糖は、いや、ちょっと間違えたかな。大さじ1じゃなくて小さじ1ずつだったね、多分ね。喋ってた間違えちゃった。ちょっと多いな。さすがに多いな。多分小さじ1ずつだった気がする。多い。ちょっと捨てますね。ちょっと待って。喋ってた。小さじ1だっけ？ちょっとだけ捨てときます。まあ大体で作っても。小さじ1の砂糖小さじ2分の1だ。多分、そんなもんだった気がするな。少しお砂糖。即席漬けなんで。では置いたちますね。白だし小さじ1の、酢小さじ1の、砂糖小さじ2分の1ぐらいで。あと塩をね、2つまみぐらい先に捨てるので、塩はね、結構ついてます。ちょっと間違えちゃったから、ちょっと捨てました。よし、いけるかな。待って、まだいけるね。6時40分。おしゃべりばっかして。かな。そろそろいい感じじゃないかな。で、人参のね、おやき。作ってます。で、ということで、これ後で切りますね。チーズ入ってるから、割りかしそのまんまでも、チーズとお塩入れてるから、お弁当にそのまま入れても味付けて。そしたら、最後お肉ね。今日メインお肉。やっていこうかな。車走らせて電気貯めるアイテムあるんですね。そう、びっくり。トークママさすがですね。2泊3日までしかしたことなかったので、車も楽しそうですね。いや、機会は聞くほど全員の経験値レベルアップですね。そうそう。私の経験値もかなりレベルアップしました。もうどこにでも行けそうです。やっぱさ、なんか、いろんなところ見たいよね。本当に。なんか私、親がね、あんまりね、親がとか言って、あんまり旅行に行ってなかったな、と思う。本当に。だけど、お兄ちゃんがボーイスカウトやってたから、キャンプだけはね、行かせてもらってて、でもすっごい残ってるね。やっぱだからそのキャンプがものすごい自分の中にはね、なんか私の成長にはかなり、関わってるんじゃないかなって思う。キャンプ行ってたのはね。でもいろんなところをもっと若い時に見ておけば、自分の人生観はもっと変わったんじゃないかって、今でも思いますね。日本
じゃだけじゃなくて海外にせよ、いろんなところを自分の目で見ておきたかったなっていう、今となってはなかなか子供いるから海外までは行けないんですが、もう少し大きくならないとね。うん。いや、もう少し大きくなったら、海外にも行きたいなと思ってます。ね。日本と違うところを見た。行ったって言っても、まあ、韓国とか、まあ、ハワイとか、そのあたりは行ったことあるけど、ね。もっと、そうそう、ハワイ言うても、まあ、日本みたいなもんだから。よし。今日チーズ巻きにしますね。よいしょ。でもなんか息子たちにはさ、ほら、もう少し大きくなったら、海外行っといでって言ってる。海外行っといでって。まあお金は出してあげるよつって海外行っといでって。まあある程度までだったらね。そんな高額だったらあれだけど。ね、人生観変わるよね。日本がどんだけいい国かってわかるよね。よし。ということでちょっとお肉巻いてきますね。ちょっとチーズを均等に巻いてます。ちょっと最近チーズ高いよね。よいしょ。こんなもんでいいかな。1、2。ちょっとなんか均等じゃない気もするけど。1、2こんな感じで。よし。よいしょ。さあ。ということで今日は、待ってね、ちょっと準備しますね。きれいに片付けて。今日メインこれね。豚肉のチーズ巻きにしちゃう。まあなんだかんだ野菜巻きとかもあるんだけど、チーズが一番喜びます。ニュージーランドからこんにちは。ハード、私はあなたの動画を見て美しい、美味しい日本料理の作り方を学ぶのが大好きです。ありがとうございます。リアルタイムです。ソフトクリームいっぱい食べました。北海道行ってね。うん。たくさん、カリカリ梅ね。赤くしたいのですが、カリカリ梅か。途中で赤じそ、どうだろう。いけるんじゃないかな。わかんない。ちょっとやったことないけど、赤じそ入れるときに、今度梅干しやるんですけど、梅干しみたいな入れ方したらいいのかな。カリカリ梅、サロンの方でこの間作ったんですよ。で、ちょっと私旅行行っててちょっと心配だったんですが、だいぶいい感じになってきて。まだね、これちょっとシュワシュワってなってくるといい感じだけど、まだだね。まだ。もうちょっと、シュワシュワしてないところもあるので、シュワシュワっとするまで。昨日ね、1個食べたけど、すごく美味しかった。まあもう食べるには全然食べれるぐらいだけど。そう、ちょっとね、赤じそ一回今やってみてかな。やってみて。そうだね、赤いカリカリ梅もいいよね。よし。ということで、塩コショウにして、片栗粉をつけて、ちょっと待ってね。いこうかな。どうすかな。よし。ちょっとここに、ちょっといつもとちょっと変えて、ここに塩振ってみようか。ここにちょっと塩コショウして、ここの上に置いてみようか。ね、どうだろうね。よし。巻いていきますね。ちょっと先にちょっとここに塩振っときます。塩コショウ。で、巻いて、で、油も入れとこうか、少しね。ちょっと同じフライパンでいっちゃいますね、もうね。で、最後、何つけよう。米粉でもいいかな。うん。カリカリ麺もう食べれましたよ、昨日。食べれた。普通に食べて美味しかったです。結構あるな。何枚いこうかな。ちょっと待ってね。よいしょと。巻いていきますね。こんぐらいでいけるかな。よし。ボイスカート素晴らしい。私もリーダーしてます。すごいね。ぜひ、皆さんぜひ参加してね。いや、ボイスカートいいですよね。いや、最近のボイスカートはどんな感じかよくわかんないですが、良かったですよ。うん。最近女の子もね、なんか私の
頃だったかなぐらいから少し女の子も入れるようになって。これ2枚でいこうか。ちょっと2枚で巻きますね。くるくるくるっと。こんな感じで、キャンプしたり、あとは、何したかな旗振りしたり。で、言うても私は入ってなかった。お兄ちゃんが入ってた。で、私のね、妹の頃から女の子も入れるようになったんですよ。私の頃ね、女の子入れなかったの。そう、ボーイっていうから男だけだったんだよね。そう。それがなんか、でも一緒について行かしてもらって。そう。そう、私の妹が4歳下にいるんですが、妹の頃から入れるようになって、妹は入ってましたね。いいなぁとか思いながら。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ。というわけで今日はチーズ巻きしてますね。で、なんかね、泊まるのは、よく道の駅って、あるんだけど、車中泊すると。でも道の駅って基本はほら、休憩する場所なんですよね。休憩する場所。あんまり、車中泊していいよっていう道の駅もあれば、しないでねっていう道の駅もあったりして。で、一泊だけだったらまあまあいいかな、みたいな、いいよ、みたいな感じの、書いてはないけどね。ところもあったり、いろいろですね。でもやっぱりね、子供いっぱいいると、子供いてもいなくてもないですが、RV パークに泊まりましたね。RV パークは良かったですよ。車中泊専用の駐車場っていうか、施設ですね。なんせね、道の駅ってやっぱり夜中とか子供一人でやっぱりトイレ行きたいってなったら、やっぱ危険、危ないから私が付き添わなきゃいけないんですけど、大変で。で、RV パークならわりかしね、もう私有地だから、そんな誰もが入ってくれるような場所じゃないので、安心して行かせられる。あと、外で騒いでも全然大丈夫。で、椅子広げて、机広げて、ちょっとしたご飯作ってもいいし、焚き火はね、場所によってできたりできなかったりはあります。焚き火は持っていかなかったな。焚き火とか、バーベキューセットは、みたいなね。そうそう、そんな感じなので、取れるときはね、なるべく RV パークに泊まって、で、どうしても取れないときは道の駅に止めさせてもらって、みたいな感じで。安いんですよ。3000円ぐらいで泊まれます。3000、RV パークね。北海道なら。で、あとね、何が言って、ゴミ処理がほら、車中泊するとゴミ困るでしょ？ゴミ。その辺捨てらんないし。でもゴミって出るから、やっぱご飯食べたりなんだかんだ。あおちゃんもおむつだし、まだね。そう。で、ゴミを、捨ててもらえるんですよ。ば、施設によって異なるんですが、300円ぐらいでやってくれるところもあれば、もうすべて込みで、3000円みたいなところもあったりして。すごい良かったです、RV パーク。あと、洗い物、炊事場があって、お皿洗ったりとか、水筒洗ったり、哺乳瓶洗ったり、やっぱりできるのが、やっぱり良かったですね。そういうのがね、できないからやっぱり。そう、車中泊だとね。だから汚さないように、お皿の上にラップを引いてご飯食べるとか。あとはもうお米とかだったら水で拭くだけ、油もんとかじゃなかったら、水で拭いて、ウェットティッシュで拭いて拭くだけみたいなことしかできなくて。で、肉焼くときとはアルミホイル引いて、やるとか。やだ。微妙に余っちゃった。いや、巻いちゃえ。ちょっともうちょっと。チーズ巻きしてますね。いけるよね。7時だから。ちょっと詰めるところまでいかないかもしれないけど。とりあえず、OK かな。よし。ちょっと適当に巻いちゃえ。余っちゃった。で、ちょっと軽く、もう塩コショウ振ってあるんで今日は。ちょっと、バットに塩コショウを振るっていうのをやってみました今日。いいね。であと粉まぶして焼いていきますね。粉をまぶして。焼いて今日和風の味付けでも何でもいいかな。何がいいかな。チーズがやっぱり子供は一番喜びますね。野菜より。
野菜は色きれいでいいんだけど。ちょっと手洗います。よいしょ。よいしょっと。おはようございます。いろいろと旅行羨ましいです。私は、おそらく、膀胱炎になってて辛いです。それは辛いね。便秘や感じた。歯が痛くて歯医者さんに行き、耳鼻科に体調があまり良くない。トクママさん、体調管理どうしてますか？いや、体調管理どうしてんだろうね。普段はわりかし元気ですね。体調管理どうしてんだろうね。ちゃんと、食事をとる。運動したいけど運動ができてない。これ、米粉でいこうか。ちょっと米粉でいきますね。ちょっと薄力粉しまったんかな。なんでも、粉はなんでも大丈夫です。よいしょと、多かったかな。よいしょ。あとはよく寝るですかね。なかなかあれですけど。できれば9時には寝たいですね。9時には寝たい。よいしょ。さあ、ということで、ちょっと焼いていきますね。閉じ目下にして、シャシャッと。シャッと焼いて、さあ、まだ起きてこないな。子供たちは昨日から学校へ行きました。もうみんなにほら、おしゃべりしたくて、張り切っていきました。で、みーちゃんはね、下の2年生の女の子がいるんですけど、日記を書いて、北海道の日記を書いて、先生に見せたそうです。で、先生なんて言ってたって言ったら、ちょっと今忙しいからって預かっとくね、つって。で、多分、みんなが落ち着いた頃にじっくり読んでくれてるんじゃないかなっていう感じです。結構長かったから、すごい、もう何ページにもわたって日記を書いてて、ここ行きました、どうだったです、みたいな。だったので、先生もすぐには読めなくて、多分、子供たちが書いた後に読んでくれてんじゃないかな。そうそう。ね、次もどこ行こうかなっていう感じです。どこがいいかな。佐渡島行きたいなと思って。近々。いつかね、行こうと思ってさ、フェリーまで予約してたんですが、もう結構前ですね。コロナでコロナの時ですね。みんなでちょうど、フェリーに乗る何日か前にコロナに感染して、行けず、それ以来行けず、という感じなので、行きたいですね。自由な旅いいですね。どうしても時間に追われる毎日で、最近なんか自由に生きたいって思うようになりました。でも実際には仕事もしないとだし、孫もいるしで、なかなか自由な生き方ができないのが現実。本当にね。いや、でもね、やっぱり多分一番は、仕事かな。仕事休めないんですよね。仕事休めない。私も、雇われん時はもうこんなに、休めなかったね。自由じゃなかった。で、今はほら自分で、やってるので、休む時と、働く時と、自分でこう調整できるから10日間とか普通に休めちゃうんだけど、もちろん向こうでもちょっと仕事は、YouTube も更新してたし、パソコン持ってやってたりとかもするので、ね。子供たちも、ね、なんかどっか行きたいなって時に、ふらっと行けるような、ね。ね、になると、やっぱり、なんか楽しいですよね、やっぱね。ふらっと、あそこ行ってみたいなと。
まあ、うちの夫は、真面目な会社員なので。私とは違って真面目な会社員なので。もうちょっと休んじゃえばとか言っても、いやー、そんなには休めないとか言って。いいじゃん、いいね、1週間ぐらい休んじゃえばとか言っても、いやーって。真面目なんで。本当に。よいしょ。卵、トウモロコシ美味しい？昨日より美味しいでしょ。昨日ちょっとトウモロコシ138円外れだった。今日茹でたのはね、178円。当たりです。美味しいらしい。レモンさん、おはようございます。トークママお帰りなさい。行動力のあるトークママに当たるまだ下がります。撮影泊専用の場所があるんですね。さあ、YouTube 楽しみにしてます。そう、RV パークっていう撮影泊。でもね、数的にはそんなに少ないかな、まだ。少ない。でも北海道はね、割かし割かしってよく使いますね。この言われてた。ありますね。いいよ、向いて。手伝いに来てくれた。そう。北海道はほら、車中泊する人が多いから、そう、たくさんキャンピングカー走ったよね。ごめんなさい、息子の頭が。でもなんか、息子が一番手伝ってくれました。一番、戦力。一人でさ、やっぱベッドキット出したりとかできなくて、一番手伝ってくれたね。そう。で、ベッドキットをやるためにも毎回寝袋畳まなきゃいけなくて、寝袋の数何個 ?5 個 ?6 個で、寝袋って、まあ子供たちも畳むんですけど、結構ね、難しいんですよ。小さくしないと、入らないのね。やだ、チーズが飛び出してる。そう。ちょっとごめんなさい。息子の頭が。今、こんな感じで、ちょっと、向こうで向いてきていいよ。なので、毎回、寝袋を畳むっていう、毎朝。ちょっとチーズ出ちゃったな。よし。ね。結構北海道のスーパーに行って、こんなの買ってるんですよ。豚丼のタレ。これもしかしたらこっちでも売ってるかもしれないけど、豚丼のタレ、家で、車で料理するのにね。もう簡単。ラム専用のね、タレみたいなのもあって、で、これを、ラム肉買って、ラム肉買って、ラム肉に揉み込んで、で、焼いて、その後もやしを入れて、作りました。これ、豚丼使っちゃった。ちょっと、豚丼使っちゃいますね、これ。微妙に残ってる。ラムはね、もうちょっとなんかあるから、炒め物に使おうかな。ちょっと待って、豚丼のタレ使っちゃいますよ。足りないかな、これ。ちょっとチーズ出ちゃった。もうちょっと綺麗に詰めればよかった。これね。はい、定番の白いカルビだもん。はい。ということで、ちょっとごめんなさい。今日、豚丼のタレで、味付け。足りないかな。ゆで卵今日お弁当と、あれでちょっと、豚丼、まあ、いっか。塩コショウしてるし、チーズ入ってるし。豚丼のタレで、今日、チーズの肉巻き。ちょっとチーズ出ちゃったけど。ちょっと冷ましますね。美味しいじゃん。ちょっと今日お弁当詰めるところまでは、ちょっと冷ましたいので、季節的にね、危険なので。よいしょと。まあいいか。ちょっとチーズ出ちゃったけど、周りにひっつけとこう、チーズ。美味しいからね。ちょっと中にしっかり包み込まないとだ。チーズ漏れちゃうんだよね。よいしょ。ということで、今日はちょっと豚丼のタレで最後、
中やったら普通に醤油と砂糖とみりんとお砂糖入れて、タレ作ると。1対1対1。砂糖はお好みで、やるとタレになります。うん。アメリカからありがとうございます。寒い中北海道に来てくださりありがとうございました。楽しめましたか？雨ばっかり大変でしたよね、きっとさ。最初はちょっとね、雨ばっかり大変だったんだけど、めちゃくちゃ楽しかったね。めちゃくちゃ楽しかった、本当に。いや、いろいろ、私も、なんか、いろいろ変わった。いろいろ変わった。本当に。うん。ああ、よし。豚丼のタレ、それ北海道だけなんですね。見慣れてないのでどこにあるでもあると思いました。わかんない。これでもね、なんかね、見たことあるような気もする。もしかしたら普通のスーパーにも、今結構ね、豚丼ね、タレ。でもこれは絶対北海道だけですね。ラム専用タレは。うん。北海道の物価は安かったですか？北海道ね、ガソリンが高いなと思いましたね。ガソリン100ね、60、まあ、車乗らない人はね、167円とかしてて、いや、こっちいくらだったかな。高いなと思って。ガソリンはね。だけど、他はね、まあ、スーパーも行ったんですが、まあ、どうかな。まあまあ、普通、まあ、ちょっとね、あれだね。結構海外の人が多かったんで、海外価格になってるなっていう感じのところはあったよ。海外価格。バーガー屋さんとか高かったね。これ海外の人向けじゃないみたいな。高すぎくないみたいな。みたいな感じで。あ、すいません。ちょっと、これ切ろうか。人参の、おやき。あとはチーズの肉巻き。あと、トウモロコシ作ったのと、あと即席のきゅうりの浅漬け。あとは、ゆで卵は息子が剥いてくれてます。これ、1本178円のトウモロコシは当たりだったようです。当たり。そう、甘くて美味しかった。そんな感じでした。ちなみに道民はそのラム専用のタレより、何これじゃないの？道民の方ありがとうございます。これじゃないらしいですね。専用のタレより、ベルジンギスカのタレがメジャーです。そうなの？ベルジンギスカのタレがメジャーらしいですよ。うん。そうなんだ。それは知らなかったです。ベルジン。いや、でもね、私が行ったとここれしかなかったの。で、これで一回作ったけど、まあなんか、そう、赤ワイン赤ワインのコクと旨味、果実の芳醇な香りだってさ。美味しかった、これ。うん。普段の、なんか味付けと違うな。こっちはね、いつも食べてる味だ、みたいな子供たちが言ってた。これいつもの味、みたいな。でもこれはちょっとね、違った感じ。このジンギスカンの味付けはね。これはなんとなく、自分でもなんとなく作れそうな感じの味付けではありますが、こっちはちょっと違う。確かに田舎に行けば行くほどガソリン高いかも。やっぱそうなんですね。うん。トコさん本当にすごいなって思います。とっても憧れます。私はまだ独身ですが、将来トコさんのような素敵な奥さん、ママになりたいです。いえいえ。本当に素敵。元気もらいます。トコさんも皆さんもお体に気をつけて、素敵な一日をありがとうございます。ありがとう。息子がゆで卵を剥いてくれました。ということで今日は、これだけ切っちゃおうか。もう7時過ぎてるね。今週の、朝ライブ配信は、予定は、今日火曜日だよね。火曜日で、水曜日、明日はサロンの方で晩ご飯作ろうということで、韓国料理3品作ります。夕方5時からね、ズームつないでみんなで晩ご飯、全国の皆さんと晩ご飯作ろうね、みたいな感じでやってます。で、木曜日はね、これ、今追熟中ですが、梅干しを仕込み始めるので、こちらもサロンの方であるので、一人じゃちょっと不安だなっていう方は、ぜひぜひご参加お待ちしております。公式 LINE の方から、入れます。そう。いろんな梅仕事やってます。うん。まあ、毎年できたらいいなと
いい香り。これ今追熟中です。ちょっとね、赤くなるまで待ってます。で、あと金曜日は、お弁当作りのライブ配信をやる予定。多分。で、公式 LINE の方が概要欄の方から入れます。そちらの方にスケジュール載せてます。あと動画が、おうち中華3品の動画が見られるので、よかったらぜひ。ということで、もう7時過ぎてね、早く起こさないと。仕事の合間に見ようと思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、すいません。今日はなんか北海道話ばっかりしてた。じゃあ、楽しかったね。梅も最近値上がりすごくなってなかなか手が出ません。梅仕事したいな。そうなんですよね。これね、1キロね、1980円ぐらいしましたね。いや、これで4000円です。まあでも普通の梅干しも高いですからね。高いですから。まあ、でも、やっぱり自家製の梅干しってやっぱり無添加で作れるからいいよね。変な甘さがないのがいいよね。で、やっぱどうしても、日持ちさせるために添加物とか入っちゃったりとかしてるからね、売ってるやつはね。自分のやつは、作るやつは無添加で作れる体に優しい梅干し、昔ながらの梅干し作っていこうかなと思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それじゃあ、今日も良い一日をお過ごしください。それじゃあ、またね、バイバーイ。バイバーイ。